ライブ 2D 塾プレゼンツアライブ2024基調講演わーパチ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 始まりました。はい、今年も昨年に引き続き塾の特別番組として基調講演をお送りいたします。こんにちは、音崎稲と申します。私は塾の公式 VTuber として活動しております。ちなみに塾というのは、YouTube のクリエイティブスタジオ塾チャンネルで展開しているオンラインサービスになります。はい、というわけで、アライブ今年は11年目となっております。今年も秋葉原 UDX を会場に、リアル開催をメインにお送りしております。今年はセッションや展示がパワーアップしているということなのでとても楽しみですね。このセッションは多言語対応のため事前収録をしております。今年もですね、登壇者の方来ていらっしゃっておりますけれども、ライブ 2D 社の各事業を担当するリーダーがこちらに集結していただいております。こちらの基調講演では各事業の現状や今後の展望についてお話をしていただきます。では早速登壇者の皆さんのご紹介をさせていただきます。まずは CEO の中条さんです。よろしくお願いします。中条です。よろしくお願いします。今年は、全体のお話と新しい事業のお話というところでいろいろ話させてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続きましてキュビズムの佐藤さんです。佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして企画制作の石川さんです。石川です。よろしくお願いします。アニメーション系のですね、説明をさせていただきたいと思います。お願いします。続きましてにじまの上島さんです。にじまウェブサービスの上島です。よろしくお願いいたします。お願いします。続きましてにじまライブのにじまるいぶちゃんです。はい、よろしくお願いします。いぶちゃん、はじめまして。よろしはくお願じめまして、いします。よろしくお願いします。はい。そして塾チームのキューブ先輩です。はい、ライブ 2D 塾のキューブです。私からはライブ 2D 塾の、活動について、お知らせさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そして私音崎ゆなでお送りしていきます。はい、では早速始めていきたいと思いますけれども、ではまず最初は中条さんからライブ 2D 全体についての発表をしていただきたいと思います。中条さん、よろしくお願いします。私からはライブ 2D 社の全体像についてお話しさせていただきます。ライブ 2D 社ではライブ 2D という表現の可能性を広げるためにクリエイターの皆様の活動を支援する製品とサービスを提供しています。この度新たなプロダクト、にじまアクションが加わりました。にじまアクションは、ブラウザ上で気軽に使えるオンライン動画エディターで、ライブ 2D モデルや 2D イラストの活用の幅をさらに広げることを目指しています。その他の製品、サービスと合わせて、この後発表させていただきますが、ライブ 2D の可能性を少しでも広げるべく、真摯に取り組んでおりますので、それぞれの取り組みについて、ぜひ応援をお願いいたします。ライブ 2D のクリエイターコミュニティは順調に成長しておりまして、キュビズムエディターの月間アクティブユーザーは約10万人、にじまのマーケットプレイスの登録ユーザーは約13万人に成長しております。海外への広がりも加速しており、キュビズムプロライセンスは北米、アジア、ヨーロッパと世界中のクリエイターに幅広くご利用いただいております。商用タイトルでの利用も増加しており、採用タイトル数は400タイトルに達しています。商用タイトルについては先月採用作品データベースを公開しました。ゲーム、アプリはアップデートや販売終了により利用できなくなることが多く、漫画や映像作品と異なり時間を超えた英知の蓄積や共有がされにくい現状があります。ライブ 2D という表現分野の発展のためにライブ 2D を利用した商用作品の映像やそれに関わったクリエイターのノウハウについてまとめています。また、7月に著作物シンプルライセンスプランをリリースしました。これは商用作品のプロモーションなど、事業者がライブ 2D 社の著作物を一時的に使う際にライセンスを免除する制度です。例として、シャープ様が開発中のテレビソリューションを展示会でデモする際にご利用いただきました。教育機関での利用も増えており、キュビズムプロを無償提供する教育支援プログラム LEAP
を通じて447校3万9000名を超える学生をサポートしてきました。4月からは TEEP 利用中の教育機関を対象に TEEP 共同ブランディングを開始しています。これは学生クリエイターの発表に関する広告費用の7割をライブ通じ社が支援するものです。例として9月に開催された京都国際漫画アニメフェアで京都芸術デザイン専門学校様の学生の作品展示でご利用いただきました。公式オンライン講座ライブ 2D 塾では企業や教育機関向けのオンライン研修、セミナー等のサービスを開始しました。実務や就職に直結するライブ 2D 制作スキルを身につけることができます。今年で11年目のアライブ、これからライブ 2D 社の各製品、サービスについての発表を行い、午後からは世界中のトップクリエイターによるセッションもあります。すごい技の紹介や面白い裏話などを楽しんでいただけると思います。ライブ 2D 社の製品、サービス、それぞれのブースやパートナー企業による展示もありますので、ぜひ覗いて声をかけてみていただければと思います。また、昨年試験開催した個人クリエイターの展示、クリエイターマーケットがとても盛況だったので、今年は会場規模を大幅に拡大しました。全部で35の展示がありますので、クリエイターの皆様と一緒にアライブを盛り上げていただけたらと思います。アライブは、クリエイターが技術と情熱を共有し合う年に一度の祭典ということで、交流スペースや懇親会もありますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。私からは以上です。中条さん、ありがとうございました。はい。というわけで、やっぱり、ライブ 2D の利用していただいている方、海外の方がまたさらに増加しているということで、とても広がりを感じますね。はい。ここ数年、本当に欧米とかも広がっていって、本当に目指していた方向に近づいていってるなと思って嬉しく思っております。そうですね。世界的なサービスになっていくといいなというところですよね。はい、ありがとうございます。では続きまして、キュビズムの佐藤さんからキュビズムについての発表をお願いしたいと思います。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、キュビズムの最新情報についてご紹介します。最初に、キュビズム 5.2 に搭載予定の新機能についてのご紹介です。一つ目は、アニメーションの制作工程で、パラメータをまとめて制御することができるパラメータコントローラーを搭載します。コントローラーをビュー上に設定することで、直接ドラッグして動きをつけることができるようになり、アニメーション制作の効率が大幅に向上します。動かすパラメータは、インスペクターパレットから指定できるので、どこまでのパラメータを動かすか、用途に合わせた制御も可能です。ビュー上でコントローラーを動かすと、パラメータに自動でキーが打たれるので、モデルを触りながら直感的にアニメーションの制作ができるようになります。さらに、ターゲットを設定することで、コントローラーを自動で追従させることができます。左のモデルは、男の子と女の子、シーソーという具合に3つのモデルトラックに分かれていますが、手や足にターゲットを設定することで、手をつないだり、ジャンプした後に同じ場所に設置させるようなことも可能になります。右のモデルは、緑の標的をターゲットに設定して、手や目線を自動で追従させたり、動く魔法陣に足を自動で吸着させています。ターゲットに追従する動きは自動で計算されるため、タイムラインにキーは打たれませんが、この動きはベイクすることでキーとして書き出すことができるため、組み込み用のモーションとしても使用することができます。続いて、反転した形状の貼り付け機能の紹介です。この機能は、片側の形状を反転して、反対側の形状を作成できる機能です。左右対称で作られているようなモデルを効率よく作成できるようになります。この機能は、フォームの貼り付けの新しいオプションとして追加されます。オプションを有効にしておいて、
完成した右側のフォームをコピーし、対になる左側のフォームに貼り付けるだけなので簡単に使用できます。続いて、ループアニメーションの制作を補助する機能についての紹介です。この機能を有効にすると、シーンの前後にキーが自動で複製されます。これによって、始めと終わりのキーが滑らかにつながるようになるため、リピート再生したときに自然にループするようになります。自動で複製されたキーは連動しているため、後からキーの値を変更しても即時に複製されたキーに反映されます。ということで、3つの新機能を紹介してきましたが、他にも多くの新機能を搭載予定です。このキュビズム 5.2 は12月下旬にベータ版の公開を予定しております。ぜひお試しいただき、フィードバックをお願いします。と、ここで終わりではなくですね、さらに、キュビズム 5.3 に搭載予定の新機能についてもご紹介します。キュビズム 5.3 では、モデル描画の機能を強化して、表現力を向上させられる様々な機能を追加します。これから紹介する4つの機能は、すべてキュビズム SDK でリアルタイムにも使用できる機能となっています。1つ目は、複数のアートメッシュの描画結果をまとめて、1つのオブジェクトとして効果を適用することができる機能です。例えば、全身を透明にしたい場合、従来ではアートメッシュそれぞれが半透明になってしまうため、重なった部分が濃くなって不自然な状態になっていました。この機能では、複数のアートメッシュの描画を一つにまとめた上で半透明にできるので、重なった部分を気にせずに不透明度を調整することができるようになります。2つ目は、10種類以上のブレンド方式を追加します。オーバーレイやスクリーンなど、使用頻度が高いブレンド方式を使用できるようになります。対応するブレンド方式は、比較や追い焼き、焼き込み、ソフトライト、ハードライトなど、数多くのブレンド方式に対応予定です。イラスト制作ソフトで表現できるような効果が、Live2D のモデル上でリアルタイムでも使用することができるようになります。3つ目は、重なっているオブジェクトに対して複数の合成方法を追加します。左の動画のように、下のオブジェクトで上のオブジェクトをクリッピングしたり、上のオブジェクトで下のオブジェクトを切り抜いたりすることができるようになります。その他、この方法を使えば、従来のクリッピングマスクよりも、縁の部分をきれいにクリッピングすることができるようになるため、クオリティアップにつながる便利な機能です。4つ目は、オブジェクトを複製することなく、同一オブジェクトを再度描画することができる機能です。例えば、前髪に目や眉をつけさせたい場合、これまでは左の画像のようにつけさせたいアートメッシュを複製して不透明度を下げたり、目のシルエットを用意したりしてマスクの反転を使うケースがありました。複製などでオブジェクトが増えると、それぞれ別々に扱う必要があるため、編集が煩雑になりがちであったり、計算コストもかかるといったことがありました。この機能を使うことで、オブジェクトの複製を行うことなく、任意の描画順でもう一度描画させることができるようになります。先ほど紹介した多彩な合成方法と組み合わせることができるため、より簡単でハイクオリティな表現を作ることができるようになります。ということで、新機能を紹介していきましたが、キュビズム 5.3 は今回もアルファ版を公開します。現在絶賛開発中ですが、来年の春には公開できるよう進めています。日本語版、英語版、中国語版、同時に公開する予定ですので、ぜひお試しいただき、フィードバックをお願いします。続いて、キュビズム SDK for Unreal Engine の最新情報についてご紹介します。
昨年のアライブでお伝えした SDK for Unreal Engine の開発ですが、今年9月にアルファ版をリリースすることができました。この SDK は Live2D モデルを Unreal エディター上で簡単に扱える機能を搭載しています。例えば、Cubism エディターから書き出した組み込み用ファイルをドラッグ&ドロップするだけで使える専用インポーターや、ノーコードで Live2D 搭載アプリを作成できるブループリントにも対応しています。Unreal Engine の標準コンポーネントを最大限活用するように作られていますので、Unreal Engine との高い親和性があります。現在もフィードバックをもとに改良を重ねており、来年の春、ベータ版のリリースに向け絶賛開発中です。アルファ版は引き続き公開中ですので、この機会にご利用いただき、フィードバックをお願いします。最後に、セッションと展示についてのお知らせです。最初にセッションですが、現在開発中の Live2D と AI 対話技術を組み合わせた等身大の AI キャラクターと会話ができるサイネージアプリについて、技術的な要素を交えて解説を行います。誰でも楽しめる内容になっていますので、興味ある方はぜひご覧ください。最後に展示です。現在開発中の Cubism 5.2 を触って体験できるスペースや、セッションでも紹介した Live2D と AI 対話技術を組み合わせたアイドルとお話ができる等身大パネルや、その他 Cubism SDK for Unreal Engine を含む Cubism SDK の展示を行っております。来場されている方はぜひ Cubism 展示スペースにお越しください。ということで、Cubism からは以上となります。佐藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。Cubism の新機能紹介はいつもびっくりするような機能をね、たくさん紹介していただいてるんですけれども、今回もまたとてもびっくりする機能がたくさんありましたね。そうですね。今回は Cubism 5.2 と Cubism 5.3 と大きく2つですね、紹介できて、皆さん楽しんでもらえたのかなと思っております。そうですね、盛りだくさんでしたね。合成モードの追加とかは結構本当にたくさんの方からのリクエストが多かった機能かなと思いましたので、とても喜んでくださる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いました。はい、そうですね。はい。Cubism の SDK、リアルタイムでも表現できるような機能として使えますので、幅広く利用していただけるんじゃないかなと思っております。いや、とっても楽しみですね。リリースされたらぜひぜひ皆さん使ってみてください。お願いします。はい。では続きまして企画制作の石川さんから映像プロジェクトについての発表をお願いできればと思います。石川さんよろしくお願いします。はい。それではですね、企画制作事業部取締役の石川と申します。私からですね、映像プロジェクトについてご紹介させていただきたいと思います。それでは、まず、開発関連からですね、ご案内いたします。映像専用の研究開発版エディターである Cubism M についてですけれども、これまでのですね、各種研究を反映し、映像向けに特化した機能を製品版に先駆けて先行搭載し、スタジオのですね、トライアル作品等で使用しておりましたけれども、今後については、この M の機能については、順次、Cubism 製品版に反映、移植を進めます。エディターとしては、今後はですね、製品版に一本化するということになっておりまして、製品版 Cubism についてはですね、今後さらにこの映像制作で活用できる機能というものが強化されていくという予定になっております。続きまして、制作関連となります。制作事業に関しては、クリエイティブスタジオで一括して対応をしております。現在のですね、クリエイティブスタジオなんですけれども、これまで得意としてきたゲーム関連について引き続き大型タイトルを中心にですね、堅調に進めております。また VTuber 案件もですね、非常に多く今相談をいただける状態になっております。加えて映像プロジェクトとしてですね、アニメーション制作に積極的に参加するという方針のもとに、
昨年より商業アニメの制作に進出しております。ゲーム、VTuber からアニメーション制作まで幅広く対応できるスタジオとして、現在は発展しているという状況になっております。制作に参加した商業アニメの作品については、昨年より継続的に参加させていただいておりまして、作品数も昨年のアライブ以降ですでに9作品となっております。制作の数もですね、増えてきているんですけれども、それに合わせて、内容についても非常に難易度が高いものになっていったりですとか、非常に高いクオリティが求められてきております。また、新規作品のですね、ご相談も順調に増加しているという状況になっております。はい。こちらはですね、昨年のアライブで、まさに発表させていただいたものなんですけれども、この商業アニメの挑戦ということで、前話我々の方で制作しますというようなお知らせのみですね、昨年公開させていただいたんですけれども、こちらのこの初の商業作品の内容というものに関しては、こちらの友と犬という作品となっております。ライブ 2D 初の試みとなるですね、ほぼ全編を通してライブ 2D を表現の中心としたショートアニメーションの作品となっております。また、現在も放送中になっておりまして、各種配信サービスでも視聴可能となっておりますので、ぜひご覧いただければなと思っております。作品や放送の情報などはですね、トモトの公式サイトにすべて記載されておりますので、ぜひそちらの方もご確認いただければなと思っております。本作品のですね、制作過程についてですね、セッションでご紹介するという予定になっておりますので、ご興味ある方はぜひそちらもご参加いただければなというふうに思います。はい。そして、これからの取り組みについてご案内したいなと思います。はい。まず、新たな取り組みとして、新作アニメーションの制作をスタートしております。スタジオとして携わるのは初となる尺感の商業アニメーションになりまして、よりダイナミックな動き、表現というものを目指す作品になっています。また、物量、内容ともにですね、過去、我々としては最大となっておりまして、スタジオとしてですね、これまでの最大の規模の商業作品ということで、こちらの作品に対するチャレンジがすでに始まっております。そして、映画プロジェクトについてなんですけれども、今後は長期的な取り組みとして再スタートするということになります。先ほどのようにですね、商業アニメの積極的、継続的な参加を通じて、実績を積み上げていく、ノウハウ獲得を目指していくということと、クリエイターや制作スタッフの動員、育成、外部の企業、クリエイターさんとの連携というものもやりながらですね、体制を強化していくと。そして、M の機能を移植するなどして、キュビズム製品版を進化させていきながら、将来的な映画制作の実現を目指していこうという形で、長期的な取り組みとして、指導するということにしております。はい。最後に映画プロジェクトを通して目指す未来ということで、各種研究やアニメーション制作によるキュビズムを進化させて、加えてですね、気軽に映像が制作できるオンラインエディター、ニジマアクション。これらとともにですね、クリエイターが映像を作って楽しめる未来っていうものを目指していきたいと考えています。課題も非常に多くあるんですけれども、ライブ 2D を使ってですね、クリエイターが気軽なものから、すごくこだわりのあるハイエンドなものまで映像を作り楽しめる未来というものを皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思っております。ぜひですね、面白い映像を作っていければなというふうに考えております。私からは、以上となります。ご清聴ありがとうございました。石川さん、ありがとうございました。はありい。がとうございました。殿と犬、私も大好きで、毎週リアルタイムで視聴しております。とても可愛くて癒されています。ありがとうございます。はい。放送中ですので、ぜひ。そうですね、ご覧ください皆さんも
ぜひぜひご覧ください。花と犬もとても挑戦的なアニメーションだったのかなと思うんですけれども、また今後もさらに最大規模のアニメーションに挑戦されるということで、その作品ももちろん楽しみですし、アニメーションの進化というところもすごく楽しみだなと思いました。ありがとうございます。頑張ります。はい。続きまして、にじまの上島さんからにじまについての発表をお願いしたいと思います。上島さん、よろしくお願いします。はい。そうしましたら、にじま Web チーム上島より、にじま Web サービスの2024をお伝えさせていただきます。にじま Web サービスの概要と今年の機能アップデートについてご共有いたします。まず、にじまのご紹介です。にじまとは、イラストやライブ 2D のコンテンツの販売購入ができる VTuber になりたいを叶える C2C の取引プラットフォームです。2018年10月にてリリース後、2024年でおかげさまで6周年を迎えることができました。VTuber 市場の拡大とともに順調にサービスは拡大しております。2023年の流通高は2020年比で 3.28 倍まで拡大し、2024年度は昨年よりもさらに成長を続けております。にじまではクリエイターに代わってデジタルコンテンツを販売しております。自作のオリジナル作品を販売する出品取引、ユーザーから直接依頼を引き受けるオーダーメイド取引の2種類の取引の場を提供しております。全体の取引のうち 80% はライブ 2D 作品による取引で構成されており、そのほとんどは VTuber モデルやその活動に沿った目的で購入されております。主な利用者の特徴はご覧の通りです。利用者全体では18歳から24歳の若年層の方がご利用いただいております。現在、登録クリエイターは約7100名おりまして、販売作品を投稿している方のうち約6割の方が1回以上は販売した経験がございます。また、にじまでは魅力的なライブ 2D 作品の発掘や創作の後押し、そして新しいライブ 2D 表現の進化を目指して、ライブ 2D 作品コンテスト、にじコンを常時開催しております。テーマがないコンテストとテーマありのコンテストを交互に開催しております。直近のコンテスト、にじコン32、テーマ何でも OK と、にじコン33、テーマアニマルは、テーマ何でも OK とテーマありのコンテストとして、それぞれ過去一番の応募数がございました。今後もコンテストを開催を継続しておりますので、ぜひご応募お待ちしております。続いて、機能改善について発表いたします。まずは、ブラウザでお試しで VTuber になれる Live2D プレビューのフェイストラッキング機能です。販売作品の魅力を向上するため、PC やスマートフォンでカメラを接続すると、実際に3分間モデルを動かすことができるようになりました。こちら、リリース後購入者、クリエイターの方からアンケートでとても良い機能と高い評価をいただいております。続いて、こちらも作品の魅力を向上するために導入した動くサムネイル機能です。アニメーションを WebP 形式でサムネイルを設定いただくと、作品のサムネイルを動かすことができます。クリエイターが一番魅力的だと思う動作を設定いただくことで、購入検討者に魅力を感じていただく狙いがあります。設定作品は実際に未設定の作品よりも表示回数やお気に入り回数が多いという結果が出ておりまして、動くサムネイルの設定をお勧めしております。また、先に紹介がありましたにじまアクションでも WebP ファイルを簡単に作成可能ですので、ぜひお試しください。続いて、オーダーメイド取引のアピールと探しやすさを強化した機能です。過去の納品実績を投稿可能にしたり、カードデザインを更新したり、プラン内で作品の動線を設置することで、クリエイターの方の魅力が依頼検討者に伝わりやすいことを狙って、機能を改善いたしました。また、今年は購入者のニーズに合わせた決済手段を2つ提供いたしました。クレカ分割払いでは、どうしても欲しい数量限定作品の購入チャンスを逃さないことを目的に、後払いサービス後値では、コンビニ払いや口座払いなどの多様な支払い手段を備え、コアユーザーである10代後半から20代前半の方へ対応するため、決済サービスを提供しております。ここからは、クリエイターの販売応援施策をご紹介します。にじまでは、今年からクリエイターの方の宣伝応援に力を入れておりました。季節や長期休みに応じて、ハッシュタグキャンペーンを実施しております。
ご自身の販売作品やオーダーメイドプランをアピールすることで抽選でギフト券を渡しております。24年の年末も実施予定ですので、この機会にぜひご参加ください。また、にじまでは作品を掲載いただきますと、Google 広告で作品単位で広告を配信しております。クリエイターの方は別途支払い等をせず、にじまへの販売開始後、自動的ににじまが Google 広告で作品を宣伝しております。毎月約80万回ユーザーに表示がされておりまして、こちらの広告経由でも多くの売り上げにつながっております。現在同様にオーダーメイドプランの配信も予定をしておりますので、まだプランをご投稿されてない方は、この機会にぜひご検討いただければと思います。今後の予定です。今後もにじまではクリエイターの方の販売活動を応援できるよう機能をアップデートしてまいります。他のにじまサービスの連携も含め各種機能を追加してまいります。最後になりますが、にじまは10月で6周年を迎えることができました。ここまで来れたのもクリエイターの皆様があってこそです。まだまだ発展途上ではございますが、イラスト、ライブ 2D クリエイターの方が今後も楽しく創作活動ができるようスタッフ一同頑張ってまいります。ご清聴ありがとうございました。続きまして、にじまるイブさんからにじまライブのご紹介をお願いいたします。はい、ここからは私、にじまるイブからにじまライブについてお伝えしていきます。最初に少し自己紹介をさせてください。私の名前はにじまるイブと言います。今年10月のアプリの大型アップデートとともににじまライブ公式キャラクターへ就任しました。今回の基調講演や今後 X や YouTube などを通してアプリに関する情報を皆さんにダイレクトにお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、まずはじめににじまライブについてご紹介します。にじまライブはライブ 2D 社が開発・運営している顔の表情や動きに合わせて誰でも手軽にライブ 2D モデルを動かすことができるトラッキングアプリです。VTuber として活動されている方を中心にビデオ通話や店舗での接客業にアバターを使用される方など幅広くご利用いただいています。にじまライブがリリース当初から一貫して目指しているのは VTuber やライブ 2D モデラーの皆さんが自己表現を自由に楽しめる世界を作ることです。私たちライブ 2D 社が自らトラッキングアプリを開発することで、ライブ 2D 表現の進化を加速させて、最終的にライブ 2D 業界や VTuber 業界全体の盛り上がりや技術の向上に貢献したいと考えています。ユーザーの皆さんからもフィードバックをいただきながら、今後もより良いものをお届けできるように頑張っていきますので、応援していただけると嬉しいです。ここからは2024年の振り返りと今後についてご紹介していきます。にじまライブは2021年のリリース以来継続的にアップデートを行っています。今年はバグを修正したバージョンのアップデートを8回、新機能を入れたマイナーアップデートを2回行ったのに加えて、10月末に大きな新機能を複数入れたにじまライブ 2.0 のリリースを行いました。これからもユーザーの皆さんに快適に使用いただける環境を提供しつつ、新しい表現にも挑戦していただけるような新機能を追加していきます。2.0 のアップデート内容について詳しくご紹介します。にじまライブ 2.0 では、ライブ 2D の表現の幅を広げるべく、ソニー株式会社様のモバイルモーションキャプチャーモコピと連携した全身トラッキングに対応しました。これまでにじまライブでは顔の動きと手の動きのみを取得していましたが、モコピを使用することで足や腰の動きを取得してモデルに反映させることができます。モコピをお持ちのクリエイターの皆さんは、ぜひ全身トラッキングモデルにチャレンジしていただければと思います。また、ライブ 2D を誰でも気軽に活用できるように、イラスト用のモデルを素材として追加しました。通常のカメラトラッキングによる活用はもちろん、モコピによる全身トラッキングにも対応しています。2.0 の他にも今年実装した新機能をご紹介します。ライブ 2D キビズムとの連携機能では、にじまライブでの動きを確認しながらモデリングができるようになりました。動きを微調整するたびに何度もモデルの書き出しを行う必要がなくなって、モデリング作業の効率がアップする機能となっております。また、にじまに投稿されたにじまライブ対応のモデルやアイテムをにじまライブ上で一覧できるようになりました。
クリエイターの皆さんにとっては投稿作品のアピールになり、VTuber の皆さんにとっては新しい作品と出会うチャンスが広がります。VTuber の画面表現の幅を広げる機能として新しいエフェクトを合計20個追加しています。簡単な操作でモデルに様々な効果をかけられます。ユーザーがにじまライブの拡張機能を自由に開発できるプラグイン機能、スクリプト機能も追加しました。開発者向けのドキュメントやサンプルなども用意していますので、ご興味のある方はプラグインやスクリプトの作成に挑戦してみてください。アプリ本体の機能アップデートの他にも VTuber の皆さんの活動を応援する様々な取り組みを行っています。去年開始した動画コンテスト、にじまライブチャレンジを引き続き定期的に開催しまして、VTuber さんをはじめとしたたくさんの方に参加いただきました。その他、X での VTuber 向け素材配布や、にじまライブを作中で採用いただいたテレビアニメ、VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってたとのコラボキャンペーンなども行いました。今後も VTuber モデラーの皆さんを応援する投稿や最新情報の発信をしていきますので、ぜひ公式 X のフォローをよろしくお願いします。最後に今後実装予定の機能はご覧の通りです。トラッキングソフトにおいて最も重要なトラッキング精度の向上は、目パチ、口パチの改善を中心に引き続き行っていきます。また、配信用ソフトウェアである OBS スタジオとの連携機能の強化や、iPhone 用アプリのにじまライブトラッカーへの新機能の追加であったり、現在対応している日本語、英語以外の多言語への対応などを予定しております。はい、にじまライブチームからの発表は以上となります。今後もアプリの開発や運営を通して皆さんの表現活動を応援していきますので、よろしくお願いします。続いて、にじまアクションについて中条さんからご紹介いただきます。よろしくお願いします。はい、新プロダクトのにじまアクションについて、にじまアクションチームのチームリーダーを兼務している私、中条から紹介させていただきます。はい、まず、にじまアクションとはということで、にじまアクションはブラウザ上でライブ 2D を含む動画を気軽に編集できるオンライン動画エディターになっております。現在、OpenAlpha1 として試験的にご利用いただいている状況です。ライブ 2D 社では、ここ数年、キュビズムの、映画関連機能の研究開発と、クリエイティブスタジオによる、制作を通して、映像制作でのライブ 2D 活用に力を入れて取り組んできました。現在、放送されている殿と犬など、着実に実績を結んでおり、将来的にはライブ 2D によるアニメーション映画の制作を目標に取り組んでおります。一方、にじまアクションはライブ 2D による映像作品をクリエイターに限らず誰でも行えるような未来を目指して取り組んでおります。ハイエンドな映像表現と誰でも気軽に作れる映像表現の両面からライブ 2D による映像制作を一般化していきたいと思っております。続いて、キュビズムのアニメーション機能とどう違うかについて紹介したいと思いますが、キュビズムのアニメーション機能は、主にクリエイターの皆様が使う前提で、ライブ 2D モデルのアニメーションをつけやすくするとか、SDK のゲームを作りやすくするといったことが主目的としているのに対して、にじまアクションは、ビジネスマンなども含めて世界中の誰でもすでにあるライブ 2D モデルやモーションを気軽に使って、動画素材や音素材と一緒に動画編集をすることを目指しております。ちなみに、キュビズム開発チームの人数は一切減らしたりすることなく、このにじまアクションの開発を進めておりますので、キュビズムの発展に期待するクリエイターの皆様にはご安心いただければと思います。はい、ここからはにじまアクションの雰囲気をつかんでいただくために、各機能をダイジェストで紹介していきます。まず、動画編集とモーション編集の両立ということで、一つのアプリケーションの中でプレミアっぽい動画のカット編集とアフターエフェクトのようなモーション編集を実現できるようになっております。続いてテキスト編集とかアニメーションについてですが、横書き、縦書きの文字を細かく調整できるほか、文字送りアニメーションなど魅力的なテキスト表現が可能です。字幕の文字をテキストと時刻のデータから一括挿入できる機能も用意しております。また、テキストや図形にはさらにリッチな装飾を施すことができるデコレーション機能が用意されており、テレビのテロップのような表現がワンクリックで可能になっております。続いて、豊富なエフェクトということで、ぼかしやドロップシャドウなど基本的なエフェクトから色修査やノイズなど、17種類のエフェクトをライブ 2D モデルや動画に適用することができるようになっております。
続いて、アニメーションの効果というところで、ワンクリックで簡単に動きを加えることができるアニメーションの効果も多数用意しております。ライブ 2D のモーションと組み合わせて表現の幅がさらに広がっていくと思っております。続いて、動画編集に欠かせないシーンの切り替えを魅力的にするトランジションも適用可能です。これらのエフェクトやトランジションはこれからさらに増やしていく予定となっております。続いて、パターン柄作成という面白い機能について紹介します。動きのあるパターン柄の動画を簡単に作成できるということで、無限に動き続けるような VTuber の背景素材などを気軽に作ることができますので、ぜひご活用いただければと思います。はい。続いて、ライブ 2D モデルの活用ということで、ライブ 2D 社が作る動画編集ツールですので、ライブ 2D モデルの活用にはこだわっていきたいと思っておりますので、そのあたりについて紹介させていただきます。まず、ライブ 2D の表情、モーションを使いやすくということで、クリエイター以外の方でも簡単にライブ 2D モデルに命を吹き込めるように、あらかじめ作成しておいた表情やモーションを好きな時刻にワンクリックで適用したり、取り消したりが簡単にできるという機能になっております。で、キュビズムエディターのようにアニメーションを細かく設定していくことも可能となります。また、ライブ 2D モデルを動画の素材として活用できるようなモデリング方法をルール化して、ライブ 2D アクションフレームと名付けました。このスライドの例では、フィルムやトランプ、サイコロの部分がライブ 2D モデルになっていて、そこに今映っているようなキャラクターであったりとか、映像をはめ込んで使うことができるような、ライブ 2D のモデルの素材となっております。作成方法を公開しておりますので、素材作成いただき、クリエイターの皆様の収益化につながるような施策を考えていきたいと思っておりますので、ぜひ、こういった取り組みにもご賛同いただき、一緒に盛り上げていけたらなと思っております。にじまライブによるトラッキングということで、にじまアクションでは、にじまライブと連携してトラッキング情報をライブ 2D モデルのアニメーションに反映させることが可能となっております。動きと一緒に音声も取り込むことが可能ですので、簡単にキャラクターアニメーションを作成できるようになっております。また、にじまアクションでは MP4、WebM、PNG の連番であったり、GIF アニメーションの他に、WebP のアニメーションも書き出せますので、にじま用の動くサムネイル作成にも最適となっております。続いて、魅力的な動画作品を作成するのに欠かせない素材集にも力を入れておりますので、紹介していきます。まずは誰もが知っているイラスト屋の素敵なイラストたちがライブ 2D モデルとして生き生きと動く素材を提供しています。表情やポーズを自由に動かすことができるタイプと、様々なシーンのイラストが魅力的に動くタイプを多数用意しております。誰でも気軽にライブ 2D を活用したアニメーション作品が制作可能となっております。また、にじまライブの方にもイラスト屋のモデルが入っておりますので、そちらの、方でモコピによる全身トラッキングをして、それをこちらに取り込んで、簡単にアニメーションを作ることも可能になっております。その他にも、123RF という会社の動画素材などとか、誰もが耳にしたことがある音素材を提供しているドーバシンドロームさんといった良質な素材を提供している会社と契約して、より魅力的な動画を気軽に作り出せるように素材集を拡充していきたいと思っております。続いて今後の発展についてお話しさせていただきます。にじまアクションはにじまブランドとなっていることからもわかるように、にじまのマーケットともに発展を目指していきたいと思っております。現段階ではにじまの作品を一覧表示してサイトに誘導しているのみなんですが、将来的にはにじまとにじまアクションを連携させて、にじまクリエイターの収益につながるような新しい販売方法を模索していきます。動画作成に使えそうなライブ 2D モデルやライブ 2D アクションフレームなど、にじまに投稿していただき、一緒に盛り上げていただければ幸いです。続いて、にじまアクションの公式キャラクターとして動画ミャクトが誕生しました。イラストはタムユーさん、モデリングは三木ゆきたさんとなっております。今後の広報活動や配信などでも活躍してもらう予定となっております。
また、本日のにじまアクションのセッションではリアルタイムで登壇予定ですので、ぜひご参加ください。はい。今後のスケジュールですが、2024年12月現在はオープンアルファ版として、提供を開始したところで、2025年の前半にはより機能や安定度が強化されたベータ版をリリースを目指しております。で、現在のアルファ版からどのように発展させるか、皆さんのご意見を聞きながら開発を進めていきたいと思っております。また、継続的に発展していくためには、やっぱり一部有料化などによる事業化をしていく必要がありますので、その辺も検討しておりますが、スケジュールについては現在未定となっております。最後に、ライブ 2D 社では創業以来、クリエイターが活躍してきちんと稼ぐことができるような状況を作ることで、世の中を少しでも良くすることを目指してきました。これまでソーシャルゲームや VTuber の発展に後押しされて順調に成長を続けることができましたが、昨今の AI の進化など先が読みにくくなっていく中で、今後もクリエイターの皆様と一緒に成長するために、できるだけ活用の幅を広げていく必要があるという危機感を持ってこのプロジェクトを始動しました。成長を続ける動画制作の市場の中でライブ 2D が活用されるようになって、ライブ 2D のクリエイターの皆様も収益化しやすくなるような取り組みを模索していきたいと思っておりますので、にじまアクションの応援をよろしくお願いいたします。はい。で、興味をお持ちいただけたなら、ぜひにじまアクションのセッションにご参加いただければと思います。また、ブース出展もしておりますので、チームメンバーにご意見とかご要望とか提案などもいただければ幸いです。私からは以上となります。ありがとうございました。上島さん、にじまるいぶちゃん、中条さん、ありがとうございました。私はですね、今年、配信企画で、モデルを完成させまして、にじまの方で販売をさせていただきました。なので、私もね、ちょっとにじまクリエイターとしてデビューをさせていただいたという感じでお世話になっております。また利用させていただきたいと思います。そして、にじまライブの方では、にじまるいぶちゃんが VTuber としてデビューをされておりまして、今後の活躍が楽しみですね。よろしくお願いします。全身トラッキングも、とてもすごい機能だと思うので、全身のモデルにも挑戦してみたいなと思いましたね。はい。ぜひぜひ。はい。そして、にじまアクションという新しいサービスが、出てきておりまして、こちらも私がまた新しい、モデルを作っておりまして、そちらをまたにじまで販売したいなと思っているので、その際に実績動画だったり、サムネ作成とかにも使いたいなと思っておりますので、いろいろなエフェクトとかもあって、触るの楽しみそうだなと思いました。はい。ぜひ、塾全般でフル活用お願いします。はい、使っていきたいと思います。では続きまして最後の発表になります。最後はライブ 2D 塾のキューブ先輩から塾についての発表をしていただきます。キューブ先輩よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、改めましてライブ 2D 塾のキューブと申します。私の方からはライブ 2D 塾の活動と、今後の展開についてご紹介させていただきます。改めましてですが、ライブ 2D 塾とは、ライブ 2D 社内のデザイナーチーム、ライブ 2D クリエイティブスタジオが運営しているライブ 2D のプロになるためのオンライン講座です。おかげさまで今年で3周年を迎えまして、最近ではですね、ライブ 2D 用のイラストについて学びたい人のための、月額290円のちょっとお安めのですね、新コースも新設されましたし、無料で見られる動画や生配信もたくさんありますので、より手軽に学べるようになってきたなというところです。ライブ 2D 塾ではメインのコンテンツとして毎月動画講座を投稿しております。今年も初心者向けの講座から、応用テクニックや最新の機能を解説するような講座まで、幅広く展開しております。最近反響の大きかった講座いくつかご紹介させていただければと思いますけれども、こちらがですね、新機能で1日で作れる VTuber モデルということで、ちょうど Cubism 5.1 の、リリースがありまして、そちらの新機能である、新しいモデルテンプレート機能だったり、あとは揺れの自動の動き付けだったりっていうね、新機能を駆使しまして、簡単に VTuber モデルを完成させる方法を解説させていただきました。
今までどうしてもですね、経験やセンスに頼ってしまっていたようなところを新機能を駆使すればほとんど自動でモデリングができてしまうので、もう慣れてしまえば1日でモデルが完成するような新しいモデリングのフローを提示したような講座になっております。こういった形でですね、ライブ 2D 塾は社内のチームということもあって、新機能もいち早く検証できたりするので、こういった新機能のノウハウをいち早く提供できるというのも一つの強みかなと思っております。続きましてもう一つですね、少し前の講座にはなるんですけれども、こちらが高稼働の Y を作ってみようという講座になっております。こちらね、動画見ていただけると分かる通り、いわゆるヘドバンができるぐらいね、上下の可動域が広いような、ライブ 2D モデルの作り方を解説したような講座になっております。こちらかなりね、上級者向けの内容ではあるんですけれども、さらにですね、かなり独特な手法で制作したりもしているんですけれども、動画のね、インパクトもあってかなり注目を集めた講座になっております。塾では毎月の講座に加えてですね、生配信も引き続き頻繁に行っておりまして、だいたいね、毎週週に3回ほどのペースで行っているんですけれども、ゲストをお呼びしてのインタビューであったり、いただいた作品の添削とか、作業配信とかワークショップなど幅広い企画を行っております。最近だとですね、新しくリリースした、にじまアクションについて、中条社長自ら出演いただいて徹底解説するというような配信もありました。またさらにですね、先ほども、軽く触れましたけれども、既存の月額990円のコースに加えて、月額290円のイラストコースというものを新設しました。こちらですね、豪華なイラストレーターさんにゲストでお越しいただいて、こだわりポイントを伺ったりですとか、あとはライブ 2D デザイナーならではの目線で、ライブ 2D 用の原画のイラストの描き方を学べる講座だったりというものが見放題のコースになっております。さらにですね、ライブ 2D モデルに関する講座も一部だけ視聴できたりもしますので、ライブ 2D に興味がある方としても、お試し感覚で登録することもできるコースになっております。というわけで、引き続き幅広く活動させていただいて、塾面ね、メンバーシップ登録者の数も、去年のアライブからさらに引き続き増加中ということで、あとはですね、YouTube に投稿しているコンテンツ数的にもかなりのペースで、増加しております。新しいコースのコンテンツも合わせてね、かなり充実したチャンネルになってきてるかなというところですね。はい。さらにですね、塾のメンバーシップ登録していただいた方からも嬉しい言葉たくさんいただいておりまして、こちらですね、定期的に塾面の方々にアンケートは取っているんですけれども、本当に初心者の方から中上級者の方まで幅広く制作に役立てていただいているなというふうなね、実感をさせていただいております。あとはですね、塾面限定のディスコードサーバーも、ございまして、気づけばかなり大規模なものになってきております。メンバー同士でね、制作のお悩み相談して解決し合ったりっていうのももちろんありますし、他にもですね、ワークショップに参加して皆さんと一緒にモデリングを、するような機会を設けたりですとか、今後もね、新しい試み、いろんな形で、活用していく予定となっております。さらにですね、塾では YouTube 上の活動以外にもですね、教育機関様だったり、企業様からの依頼で、オンラインでセミナーを行ったりですとか、ワークショップとか、個別の相談会なども多数実施しております。そうですね、専門学校様からのご依頼が多いんですけれども、あと珍しいところだとね、タレントの田村敦さんがやってるオンラインサロンにゲスト出演させていただいての講演などもね、あったりしました。はい。というわけで幅広く活動させていただいております。というわけで、今後の予定ですけれども、ライブ 2D 全体としてはね、新しくにじまアクションもリリースしたということもありまして、各プラットフォームだったりソフトウェア、サービスとより連携を強めて、それぞれのサービスですね、魅力や使い方しっかり、分かりやすく伝えられるようにより力を入れていく予定です。はい。さらにですね、またちょっと最近ではあまり進捗をお見せできていませんでしたが、オリジナルの MV 企画も引き続き進行中です。はい。こちらお披露目はまだ結構先にはなりそうなんですけれども、着実に制作は進んでおりますので、はい。こちらもですね、教材としてライブ 2D データの配布等も予定しておりますので、ぜひぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。はい。というわけで、ライブ 2D 塾の活動を紹介させていただきました。ぜひぜひ皆さんもメンバーシップ登録お待ちしております。よろしくお願いいたします。キャブ先輩ありがとうございました。ライブ 2D 塾はですね、新しくイラストコースを開設しまして、そういったね、VTuber のイラストを描きたいという方向けの講座も、力を入れていっておりまして、
あとはそうですね、セミナーとかも力を入れておりますのでですね、興味のある方はぜひチェックしていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは最後に今回の基調講演の総括を中条さんからお願いしたいと思います。はい、最後に改めまして日頃ライブ 2D のエディターや SDK、他のツールやサービスなどをご利用いただき誠にありがとうございます。おかげさまでライブ 2D 社も19期目ということで、半分ぐらいの年は赤字でどうにか乗り越えてきたという感じでしたが、ここ5年ぐらいは連続して利益も出るようになって順調に発展できております。で、皆様からの各種ツールやサービスでいただいた収益とレベニューシェアで、貴重な売上の一部をいただくというビジネスモデルも組み合わせることでどうにか地道にコツコツ成長して、2D の進化のための開発や制作を、19年も続けることができていることに、心から感謝申し上げます。今後もクリエイターの皆様が活躍して、素敵な作品が生み出されるように後押しをしていきたいと思っておりますので、今後も何卒よろしくお願いいたします。私からの挨拶は以上となります。それでは、ライブを最後までお楽しみいただければと思います。はい、ありがとうございました。ということで、基調講演アライブ2024年でした。今年は会場を大幅に拡張しておりまして、35個の展示があります。そしてライブ 2D スタッフもセッション会場や展示エリアにいますので、そして、交流スペースや懇親会もありますので、ぜひぜひ楽しんでいってください。ちなみに、私とかの VTuber、塾 VTuber とお話しできるコーナーもありますので、ぜひぜひお立ち寄りください。はい。では、この後はライブ 2D クリエイティブアワーズの表彰式になります。この後もぜひ楽しんでいってください。バイバーイ。